美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回のメッシュと B は北海道留萌増毛浜益界隈。それでは早速、 Let's get it started 1開口やっぱオロロン界隈は海鮮でしょうってことで、パイセンのレビューで絶賛されていたこちらの豪華刺し盛りをいただきに、窓が大きく明るい店内で目の前に広がる日本海を眺めながら海の幸を存分に味わっていきましょう。ということで話題の刺し盛り定食を。もうすんごいボリュームだねこりゃ。でしょう。島沿いヒラメ、中トロ風のマグロなどなど豪華9種類で大ボリューム。居酒屋で出てくる 3,4 人前の刺し盛りじゃんこれじゃ。そうそう。ホタテはコリコリで甘くて新鮮。人生初の締めにしんも絶妙な酢加減で食べやすくて最高。でもね、皆さん食べらっしゃる開口チラシが素晴らしくゴージャスだったんで、お小遣いを貯めて次回は開口チラシだね。もうゴージャス。2三国半径2026年6月にグランドオープンした話題の新店、三国本家さん。増毛出身の世界的シェフ三国清美氏が2022年に閉店してしまったふるさとの島川食堂の建物と味を受け継ぎ、新たな観光拠点として再生させた食堂ということでね。三国シェフや増毛の人々が子供の頃から親しんだ島川食堂の醤油ラーメンとシェフ得意の増毛甘エビカレーの夢のコラボセットが人気なんだよね。ってことでそやつをいただきましょう。いやこの昔風ラーメンがなんとも美味しかったですね。これは三国シェフが失いたくなかったってのもわかる。なんとも深みのある味わい、魚介だしが香るあっさりながらも複雑な旨味が重なり合う唯一無二の名スープだこりゃ。結構普通の昔風ラーメンなのかと思いきやだのさ、久々の三国シェフの甘エビカレーも美味しかったよ。万人向けにしてるのかな。辛くないんだけども持参したマイチリペッパーで辛みをブーストしてペロリンチョ。あら、それは町の歴史と一流の感性が融合した素晴らしいスポットになりそうね。だ。3 Rest House Ofuyu久しぶりにやってきたお冬の名店。お父さんとお母さんが元気に切り盛りする昭和から続くアットホームなドライブイン。今回は事前調査で大人気のまかない丼は2000円に値上がりしたのを知ってね、ムムムは思ったんですが、この甘エビイクラ丼ってのの安さにびっくりしてね、こりゃこの目で確かめたいってことで、じゃじゃーん。わお、すっごいでしょう。綺麗に陳列された15尾の甘エビと贅沢な量のイクラはもう説明不要の美味しさ。こんなにイクラが贅沢に盛られた丼が1000円台でいただけるのはもうオロロンラインならでは。これはここまで足を運ぶ甲斐もあるってもんだ。貝じゃない、エビとイクラ。具沢山の海賊ラーメンも磯の出汁が隠れるほどなかなかのパンチが効いたラーメンでね。ねえ、びっくりした。地元の方々は皆さんこちらのスパイシーなラーメンを食べらっしゃる。やっぱパンチが効いたラーメンは人気なんだね。ね4 Okata Yemo A JR 留萌線の廃線でちょっと寂しくなっちゃった留萌駅前エリアで美味しいのを発見。ここでしか買えない磯おにぎりをゲット。包みを開けると海苔のいい香りがほわわわわわ。稚内産の宗谷の塩を使用したふっくりとして程よい塩味のおにぎり。ほろぬか三夢ピリカの初加減米入り、絶妙な食感の磯にぎり。少し固めでプチプチとした心地よい食感が楽しめます。無添加のぬかにしんと数の子の昆布の佃煮の2種類はここでしか味わえないちょうどいい塩梅。これは美味しいね。5ニューヨーク。 Umi no Shiki いつもこの界隈じゃ整いどころはここ、ゆったり感。気持ちよく汗のかけるサウナがお気に入りの温浴施設。露天風呂がないのがちょっと残念なんだけどね、どうして交流センター系の施設は露天風呂ないの？誰か教えてってことで、予定していた別のお店が臨時休業チーンだったため、こちらの施設内のレストラン海の四季さんへ珍しく参上。飯食べずめったにこういう温浴施設での食事はしないのですが、そうなんです。正直あまり期待はしていなかったのですが、ところがどすこい。はい、なんとホタテ丼が2000円ってポップ見ましてね。今時ありえへん。
どんなんなのかなと思い早速オーダー。これがなんとも大当たりでね。そうなんです。見て、もっと身の厚いデカめの甘いホタテが10個も乗っててびっくり。ねえ、これで2000円は破格だね。からのToday's katsu curry. どうしてもカツカレーなのね。で、このカレーは懐かしい味がしたぜ。昔働いてたカフェで出してたカレーとそっくりな味がしてね、涙が出そうだったよ。なんかこちらの料理長は有名なお店の料理長だったって地元の方が話してたわね。あ、そうそう。どこって言ったっけ？どこだっけ？はてな。しかし年を取るとどうしてこんなにも涙もろくなるのかな。だったら異常じゃない？クイーンの映画にあんなに泣きじゃくる人いる？マイケル・ジャクソンもやばいかもね。この逆境からのファイターズの優勝もあなたは完全に涙腺崩壊ね。間違いねえっす。 6. Minato Machi Ichiba. 旧増毛駅跡地に隣接の地元の水産会社さん直営、新鮮な魚介がゴージャスに並ぶ港町市場増毛店さん。パッキングされた豪華刺身を自分で酢飯に乗っけていただく独特のスタイル。ここは完全に増毛ルーティーンだね。ね、今回は朝どれの甘エビには時間が早すぎちゃって食べれなかったんだけど。そうそう。朝どれの甘エビは11時前後に届くみたいでね。コープサップルみたいに稲さんな朝どれの甘エビにはありつけなかったんだけど、意外なことに殻付きウニを発見。なかなかこんなに綺麗な殻付きは味わえないぞってんでね、早速ゲット。これは広いもんのウニさ。甘くてなかなかの食べ応えだったよ。ね、こんな綺麗に剥けてるの初めて。ミョバン臭さゼロのウニって紫ウニでも十分甘いんだね。ねえ、海鮮丼もじりじり値上げはしてたけど、やはりここはコスパいいわ。この界隈じゃ必須の寄り道スポットだね。ね、食べ放題のタコ刺しが美味しかったね。食べ放題じゃないです。あれは試食させていただいただけ。あら、そうなの？あとトモさんおすすめのニシン寿司とタコザンギ食べ損なっちゃったんだよね。そうなの、残念。次回必ずや。そうだね。7. Misaki Shokudo. 石狩市浜増にあります昭和の歴史を色濃く残す三崎食堂さん。年代物の店内をきれいに維持されていて、大物歌手たちのサインが並ぶ名物食堂ざます。今回は平日ってことでウニなしようでしたが、大将が作る浜ラーメンは磯の香りがふわっと香る優しい味わい。美味しかったよ。だけどやっぱりここはウニだね。あ、北の海？浜増に北の海が来たの？そうなんだ。驚いたね。藤恵子のサインもあったんだよ。藤恵子って宇多田ヒカルのお母さんだ。ここの大将は筋金入りの和食料理さんでね、心意気がすごいよね。いろいろ話してると信頼できるお店だな思いました。と言いますと？ここのおやつさんはウニを漁師さんから直で買ってるから、全くミョバンを使わないウニがいただけるってことです。たとえ塩水ウニでも市場をくぐったウニってのは多かれ少なかれミョバン使われてるんだって。甘みが全然違うんだそうだよ。塩水ウニにもミョバン使ってるんだ。そうだそうです。知ったらもう甘みが全然違うっておやさん熱く語ってくれました。で、なんでも横浜から毎年ここのウニを食べるだけのために訪れる方もいるんだそうだよ。そんなウニ丼がここは今年も4000円なのだ。安っ。これはぜひ一度いただかにゃだね。そうだね。おやさんの話も面白いよ。ね、また話し込んできたの？ちょっとね。 8. Menya Tanaka Shoten. 増毛の名酒造国丸さんの真ん前にあるラーメン屋さん、麺屋田中商店さんへ久方ぶりの再訪でございます。オープンした頃来たっきりだから15年以上ぶりじゃないかな。あら、そんなんなる？数分で着丼した甘エビ味噌ラーメンは器の表面に2ミリのエビ油の膜が張ったやけど注意の熱々スープ。一口すすると口の中がエビの香ばしさでいっぱいになってデリシャス。ちりめんとの相性も抜群で、しょっぱすぎず甘すぎず箸が止まらない完成度だね。あら、こんなに美味しかった増毛？年々グレードアップしてるのかもね。かも。美味しいよ。エビ好きにはたまらない一杯だね。俺も今度食べてみようっと。ぜひぜひ。9. Sunna Subi.
留萌の超人気洋菓子店一富士二鷹三なすびさんへ3年ぶりの再訪でございます。前回は店舗改装中でキッチンカーだったお店がね。そう、こちらはパイに特化したお菓子屋さんなんです。パイはいろんな意味で大好物なんでね。そのパイは売ってません。今回は夏にぴったりのダジャレネーム商品パイスとオリジナルアップルパイをゲット。パイスは出来たてのサクサクパイに冷たいバニラアイスがサンドされていて、その場で食べないと溶けちゃう贅沢品。アップルパイもエアリーなパイ生地と甘すぎないリンゴの食感が最高だね。このパイは秀逸だね。軽いね、美味しい。10. Kunimali. 日本最北の酒造として明治から続く伝統の歴史を誇る国丸酒造さん。諸寒別岳の清らかな名水がめることでも有名だよね。散々お世話になってきた国丸さんですが、今回初めて日本酒の利き酒を。いつも運転があるのでなかなか試飲は果たせなかったんでね。はい、今回旧増毛駅が無料駐車場と公衆トイレが整備されており、車中泊に利用可能であるということでね、飲んじゃいました。アリゾナから来たというおじいちゃんたちが、アリゾナは雨も降らねえで猛暑で大変さ、毎日45度でハッとだぜと楽しそうに日本酒を買いまくっていたのが印象的。すごいね。アリゾナから増毛になんという遠い旅路ねえ、歴史ある蔵の雰囲気を味わうだけでも価値があったんじゃなかろうかね。そうだね。いろいろ国まで新しい限定の銘柄とかも飲めてよかったね。これ美味しかったね。3杯無料ってすごくない？ねえ、ごっちゃんした。しかし快適な施設でした。旧増毛駅ね、あくまでも休憩仮眠目的の公共スペースなので、マナーを守った節度ある利用をってことで、ウミネコとかカモメの声を聞きながら目覚めるのはなんとも爽やかな体験。いつもそういう目覚めだよ。そうでした。11. Sengoku Beer Hall. ラスト11軒目は国丸酒造さんが築100年超の歴史ある石蔵を再生して運営する戦国蔵ビアホールさん。はい、ここに来たくって増毛ステイとなりました。なんと国丸さんが地ビールをというね、醸造所併設の超おしゃれな空間です。ねえ、意外すぎる展開。名水で仕込んだドルトムンダーやアメリカン IPA などのクラフトビールが楽しめて、フィッシュ&チップスなどのフードも充実。 IPA うまかったな。フィッシュ&チップスも美味しかった。数の子タルタル最高だね。ね、日本のビールも進化してるね。特にエール系増えてきたね。ね、美味しいお酒をたっぷり堪能した後はエンジンかかった飯旅ーズ増毛の町へと繰り出しので、増毛に飲めるとこあんのってことでね、ビアホールのインド人スタッフに聞いてみたところ、あるよってことでね。まさかの増毛でスナックへ。ここでまさかの出会いがびっくりしましたね。スナックのママがなんと飯旅シーズン2の出演者だったとは。出演者ってたまたま映ってた方でしょ。ママがよもやの視聴者さんだったというね。奇跡的な出会い in 増毛ね。まさか椿坂さんの奥さんに増毛で出会えるとは。それはあなたが勝手につけた妄想の名前。本名は聞かんかったね。聞けばよかった。増毛お出かけの際はぜひ皆さんもスナックアイへ。今回もちょっと飲みすぎちゃったねまさかのオープンラスト。いつものこと。Jikai no mesha to beware. Gachi de mata tabathai. A omoli hirosaki hachi no hei kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。でもね、皆さんチャベらっしゃる。留萌の超人気洋菓子店一富士二鷹三なすびさんへ。そこカンカにラスト11軒目は国丸酒造さんがキリキリセーフ戦国グラビアホール日本酒がグラビアになっちゃったよ。醸造所併